こんばんは。今日は金曜日で、さっきまで私もお家でお仕事をしていたんですけど、今からの夜の時間は、彼がね、今日は会社の飲み会っていうこともあって、私一人の自由時間なんです。なのでね、この前回じゃないか。ちょっと前に動画で作った、このね、2026年の目標ビンゴの中にある、一人美術館、これを達成しに今日はお出かけしたいと思います。美術館に一人で行くっていう行為がすごく憧れがあったから楽しみなんだ。都内にもいろいろな美術館があると思うんですが、私が今日行きたいのは上野にある国立西洋美術館。それのね、常設展が見たいの。調べたら音声ガイドとかもね、無料で公開されてたから、イヤホンつけてちょっと作品を見ながら解説を聞きながら楽しんでいけたらいいなと思います。国立西洋美術館は日によって開館時間が違うらしいんですけど、金曜日はね、夜の8時まで空いているみたいなので、夜の美術館を体験しつつ、私なりの花金の過ごし方をお届けできたらいいなと思います。じゃあ早速支度して行ってきます。今日のバッグの中身紹介とともに荷物を詰めていきます。まずは充電器、ソニーの ZV-1、お財布、一応パウダーも持っていきます。こちらはメイクポーチです。今日持っていくリップはね、イヴ・サンローランとトム・フォード。あとはね、目薬とか頭痛薬とかも入ってます。無印のタブレット。ハンカチ。あとはここにね、今これを撮ってくれてる DJI を入れて持っていこうと思います。館内がね、写真撮影はできるけど動画撮影がダメみたいで、気になった作品とか心に残った作品をちょっと写真で紹介していきますね。ペーテル・ハウル・ルーベンス、眠る二人の子供。ヤーコブ・ファン・ロイスダール、歌詞の森の道。ピーテル・ブリューゲル、鳥罠のある冬景色。ジュゼベ・デ・リベーラ、哲学者クラテース。ジャン・ビクトール・ベルタン、イタリア風景。コルネリス・デヘーム、果物かごのある生物。ビルヘルム・ハマスホイ、ピアノを弾く妻イーダのいる室内。アンリ・オラース・ロランド・ラ・ポルト、桃、スモモ、アンズ。ベルト・モリゾ、黒いドレスの女性。ピエール・オーギュスト・ルノワール、帽子の女。マリー・ガブリエル・カベ、自画像。クロード・モネ、雪のアルジャントゥイユ。睡蓮、セーヌ川の朝。グスタフ・クリムト、アッター湖の島。エドワール・マネ、ベルト・モリゾの肖像。ケーテ・コルビッツ、
自画像、ポール・シニャック、サントロペの港、アクセリ・ガッレンカッレラ、ケイテレコ、ジャン・バティスト・カミーユ・コロー、ナポリの浜の思い出。ただいま、帰ってきました。今はね、見えるかな、10時40分くらい。初めての国立西洋美術館、そして初めての一人美術館を体験してきて、そしてさらに初めての一人鳥貴族で夜ご飯を食べてきました。一人美術館というか国立西洋美術館、とっても良かったです。平日の夜っていう時間帯も関係してたかもしれないんですけど、私の体感的にはね、私みたいに一人で美術館に来ている方っていうのが7割8割いる気がして、もちろん誰かとお友達とかパートナーとかと一緒に来ている方もちらほら見かけたりはしたんですけど、一人でじっくり見て回っている方の方が断然多い気がして、だからね、美術館って一人で何かをしたい時にはすごくうってつけの場所なんだなって感じました。国立西洋美術館では14世紀から20世紀までの西洋美術の移り変わりが順を追ってね見れるような形になっていて、ルネサンス美術だったりロココとかバロック、印象派、あとはキュビズム、ポップアートまでたったね500円で入れる美術館なのに、展示されている作品数も多くて、施設の敷地自体もすごく広くって、すごくね見応えのある展示でした。私はねこの2月3月ぐらいから西洋美術にちょっとずつ興味を持ち始めて、西洋美術の変遷について話してくれているラジオをね何個か聞いてみたり、 YouTube を見たり、あとはこういうね初心者にも優しいような本を買って読んでみたり、一人美術館デビューの前にちょっとだけ知識を蓄えていったっていうのもあって、書かれている年数を見たりしながら、この時の時代背景はこうだったなとか、あとはねこの作品が出てる時代にはこういう人たちが活躍していたなとか、ちょっと考えを巡らせながら鑑賞することもできたし、あとはやっぱり国立西洋美術館の公式なサイトに無料の音声ガイドがあるので、展示されている作品全部っていうわけではないんですけど、展示されている絵の横に音声マークと数字が書いてあるものがあったら、その数字を選んで音声再生するとその作品の解説が聞けるよっていう形になっていて、ただ見ているよりはその絵のことをよりしっかり知れる気がして、それがまたすごく良かったです。楽しかった。館内のショップもねそこまで広いわけじゃないんですけど、結構充実していて、なんかちょっと1時間ぐらいうろうろしちゃった気がするでね、
そのショップでね、自分へのお土産もちょっとだけ2個だけなんですけど買ってきたので、購入品紹介してみたいと思います。まずはじゃん、ゴッホのバラのマグネットです。ちょっとずつね、気に入ったマグネットがあればポストカードとともに集めていきたいなって思っていたタイミングだったので、すごく素敵なマグネットを見つけて思わず買っちゃいましたじゃん、こんな感じ、かわいい。そしてもう一個がモネの睡蓮をイメージしたジャガードタオルです。これね、サンプルが置いてあって、それがすごく色合いが素敵だなと思ったので買ってきたの。かわいい。じゃん、見えてるかな。素敵ね、なんかちょっとこの裏側のね、色合いも可愛いんだ。ちょっとね、厚手のタオル地のハンカチだから、本当にちっちゃいバッグとかポケットとかに入れるにはかさばっちゃうかもしれないけど、私は常にね、大きめのバッグを持ち歩くタイプなので、かさばっても全然いいやと思って買いました。かわいいね。わあ、モネの睡蓮をイメージしてるって言われて、あ、確かにってわかるけど、ちょっとね、実際のモネの睡蓮のような淡い色彩というよりは、ちょっとなんていうの、コントラストが強いというか、明度が低いというか、そんな感じのね、ちょっと落ち着いた色合いなのも気に入ってます。買ってよかったこれ。ということで、国立西洋美術館での購入品はこちらの2点でした。鳥貴族ね、人生で2回目だったんです。なんか初めて行った時にすごく安くて美味しかったなっていうイメージがあってね、また行きたいってずっと言ってたんだけど、なかなかタイミングがなくって、久しぶりに行ってきたんだけど、焼き鳥でさ、量がちょっと難しいねなんか焼き鳥が今日の1食目だったから、ものすごくお腹が空いてた状態で、もう絶対食べられるでしょと思って3皿ぐらい6本頼んだんだけど、しかもゆで卵、味付け煮卵もね、最初に頼んだりして最初はちょっとタンパク質を先に取っといた方がいいかなっていう思いがあったからさ、ちょっと多かったのかな。本当に最後の方ちょっとはち切れそうになりながら食べてましたハツの塩とレバーのタレとぼんじりの塩を頼んで食べました。ハツがね、特に美味しかったです。本当はミックスジュースが飲みたかったの。なんかミックスジュースが美味しいっていう噂を聞いてたからさ、絶対飲もうと思ってたのに、もうウーロン茶一杯で限界になっちゃったから、ちょっとまたね、ミックスジュースを飲みに行けたらいいなと思います。ちょっと最後にね、気になってたこのファミマのアフタヌーンティーコラボのロイヤルミルクティー、黒糖ロイヤルミルクティーか、これを飲んで終わりたいと思います。はい、今日の今日のデザート、食後のデザートです。乾杯。いただきます。美味しい。甘いものがすごく欲しくてさ、よかった、買って思ったよりすっきりしてる気がする。いや、どうかな。私がね、甘党なので、私が思ったよりすっきりって思ったってことは普通の甘さかもしれない。甘いの苦手な方からしたら甘み強かったりするのかな。わかんない。
ほのかな紅茶の香りの後にちゃんと黒糖の香ばしさみたいなものが後からふわっと広がる感じがしてね、美味しい。200円くらいだったかな、200円しないくらいだったかな。気になる方はぜひ買ってみてね。はいということで今日は私の花金の過ごし方を見ていただきました。嘘そうだ、ビンゴを埋めなきゃ。この一人美術館を達成できたので、こちらのカレンダーについてきたバムケロシールを貼ってみます。かわいい。どれにする？なんか種類が多いやつがいいね。お出かけしたからこのケロちゃんにしよう。見にくそう。ピント合わなそう。どう？このね、お出かけしている様子のケロちゃんを貼ります。ちょっと分かりにくいかも。でも無事1個目達成しました。おめでとう。こんな感じでね、今年の12月の末までにたくさん埋めていけるように頑張ります。それでは本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。じゃあ皆さんおやすみなさい。いい夢を。バイバーイ。